どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ、今日の動画は MacOS そのま 14.4 アップデート後の不具合情報、皆さんにね、この動画を通じてシェアしていきたいなと思います。いくつかね、発生している不具合というのがあるんですけれども、一応このそのま 14.4 は日本時間で言うとね、3月7日8日にね、一般リリースされました。で、その直後から、普段 iPhone とかのね、相談が非常に多いんですけれども、Mac 関連の相談がですね、その直後から複数件ね、僕のところにも来るようになって、いろいろちょっと調べたりだとか、対応策をね、直接やり取りをさせていただいたんですけれども、結構ね、不具合発生している方が多いので、この後しっかりね、どんな不具合が発生しているのかっていうのをお伝えさせていただくのと、アップデートはやめておいた方がいいのか、やっておいた方がいいのか、僕なりの回答もさせていただきたいなと思いますので、ぜひね、Apple Silicon 搭載 M1、M2、M3 のね、ノートパソコン、デスクトップ何でも構いません。使われている方がいらっしゃれば、ぜひ最後までね、動画を見ていただければなと思います。一応ね、テックスタイルチャンネルの方では、こういった不具合情報も発信しておりますので、ぜひこの機会にですね、チャンネル登録をしていただいて、高評価の方もしていただいて、最後までご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、今回この MacOS 14.4 のアップデート直後には、僕もね、いくつかブログでご紹介させていただいたんですけれども、一番アップデート直後に不具合が多かったのが、こういったノートパソコンとかね、デスクトップのパソコンで接続している USB 機器ですね。そういったものがリセット、認識されなくなるっていう相談が非常に多かったです。一応これなんですけれども、対処方法としては、例えば皆さん初めてUSB をね、接続した時って、この接続の許可のプロント画面が出たと思います。許可するか許可しないかとかですね。そういったものが、最初に登録しておくと、次からはこういったポップアップというかね、プロンプトの画面が出てこなくなるんですけれども、もしアップデートした直後に同様の問題が発生した場合、認識しなくなったとかね、例えばこの USB の先にはプリンターとかがもしあるんだったら、プリンターも稼働しなく、動作しなくなってしまったとか、いろんな周辺機器に影響を及ぼしておりますので、もしこういった問題が発生している方は、一度プライバシーセキュリティの方から、この接続に関しては毎回確認するっていうのを一回チェック、ね、変更してみてください。で、変更した後に、そのデバイスというか、パソコン、ノートパソコンだったらノートパソコンで再起動をかけてください。で、再起動をかけていただいているときに、接続している周辺機器全部外してください。USB のね、この接続を全部外していただいて、再起動が終わった後にもう一度 USB を挿してください。そうするとね、新たにまたプロンプトが出てくると思います。接続許可しますか、しませんかっていうのね。そこで許可を選択することによって、ひょっとしたらね、この USB の認識がうまくいって、例えばプリンターであったりだとかね、その他のサードパーティーの製品が認識されるっていうね、一応改善したっていう報告もいくつか来ております。ただですね、このパソコンっていうのは、いろんなこのユーザーさんの利用環境がありますので、この対処方法をやったとしても、いや、認識しないですね、リセットされないですね、リセットされたままですねっていう方もいくつかちょっといましたので、もしよかったらですね、今僕がお伝えした対処方法をやってみて、ダメだったらね、ちょっと個別相談に来ていただければなと思います。おそらくこの USB に関してはこれで認識できるんじゃないかなとは思っているんですが、ただ、今回のこの MacOS のね、この 14.4 というのは、それ以外の不具合も発生しておりますので、できればですね、今現時点でこのソノマ 14.4 アップデートしていない方は、アップデートは一旦やめておきましょう。僕はアップデートちなみにやっておりません。結構ね、周辺機器使えますので、ちょっと怖かったので、アップデートは行っておりません。僕はね。なので、この動画を見ていただいている方で、このアップデートまだしてない方は、ちょっと一旦止めておきましょう。あとはですね、この MacOS 14.4 アップデートした後にですね、この Java が依存しているようなツールやソフトとかですね、そういったものを起動するとクラッシュ、強制終了してしまうという相談がやっぱり一番多くありました。実際に Apple の方で確認をさせていただくと、そういった症状が確認できているという回答もいただきました。なので、冒頭にも言ったんですけれども、まだアップデートしていない方は、そのまま一旦ちょっと待っておきましょうっていうことと、あとはアップデートされた方、
例えばJava のこういった不具合が出ているとか、こういったMac のね、このストレージの最適化オンにしていることによって、データ、ファイルが消えたとかですね、そういった場合の対処方法としては、現時点ではないということです。これ Apple の方も、状況はね、把握していると思いますので、次のアップデートをね、早急に出すとは思うんですけれども、一つ考えられる方法としては、OS のダウングレードです。ただ、この OS のダウングレードとなるとですね、皆さんが使っているパソコンの当然データのバックアップとかも重要になりますし、Mac のパソコンを使われている方であればね、タイムマシンとかの機能があることもご存知だと思います。ただ、それを使うだけで OS のダウングレードすることによって、これまで通常通り使えてた状態とね、同じ状態で使えるようになるのかっていうのは、ユーザーのこの利用環境によってね、ちょっと違いますので、もしね、この OS のダウングレードをね、検討されている方は、ぜひね、このサポートの方に連絡をしていただいて、ご自身のこの Mac のパソコンの環境をお伝えしていただいて、OS のダウングレードすることによっての、メリット、デメリットですね。そこをきちっと明確にサポートを受けた方がいいと思います。僕もね、この動画で、例えばこの 14.4 にアップデートしたことによって、この周辺機器とかね、いろんな不具合の相談来ておりますけれども、だったら OS のダウングレードしてもらったらいいですよとね、一言でちょっと片付けれるような問題ではないので、皆さんの利用環境わからない状態で、ちょっとね、その辺のアドバイスは非常に慎重にならざるを得ないです。なので、こういったパソコン関係の場合は、もしね、ダウングレード考えているんであれば、ぜひね、サポートの方に連絡をしていただいて、的確なアドバイスを受けた方がいいと思います。あとは、今回のようにね、こういった MacOS のアップデートのリリースのタイミングで、自分のパソコンアップデートした方がいいのか、やっぱりこれからはね、様子見た方がいいのかとかですね、そういった質問も結構あったんですけれど、これはね、僕個人的に言わせていただくと、Mac に関しては、そして、Apple Silicon 搭載、今だったら M1、M2、M3、ほとんどの方がね、Apple Silicon の、パソコンを持っているんであれば Apple Silicon だと思うんですけれども、それらのパソコンを使っている方であれば、アップデート、リリースされたタイミングでのアップデートは、一旦はやめておいた方がいいのかなと思います。これはね、僕も癖の問題で、これ現役の頃もそうでしたし、おそらくね、中にいている人間、Apple の人間、ね、もうほとんどそうだと思うんですけど、Mac に関してのアップデート直後の、すぐにアップデートするっていうのはしないと思いますね。例えばテスト機みたいなね、そういったものはね、アップデートしますけれども、自分のパソコンをアップデート、リリースのタイミングですぐにするかというと、アップデートはすぐにしないと思いますね。それが僕も癖になっているので、結構 Mac 関連に関しては様子見たりします。それをこう要したのか、今回の 14.4 にしても僕はアップデートしてないので、この USB の認識とかね、そういった不具合が発生していないっていうのも一つありますね。特にこの Apple Silicon は、言ってもね、今3世代になってますけど、新しいっちゃまだまだ新しいので、Apple だけのもので考えたらね、全然いいんですけど、やっぱりノートパソコンっていろんな外部的、サードパーティー的な要素が含まれてきますので、そことの互換性であったりだとか、そういったものが、今後もね、発生する可能性もありますので、この Mac の製品ね、使われている方であればね、一応ちょっと情報を取った上で、自分は大丈夫だなと思ったらアップデートしていく。それが、例えばApple サポートの方に確認してもらってもいいですし、その状況がね、僕の方で伝えてもらっても全然大丈夫なものであれば、僕が知っている情報であれば全然出しますので、Mac 関連のこのアップデートに関しては、常にリリースのタイミングでアップデートしていくっていうのは、現時点ではやめておいた方がいいのかなと思います。まだまだね、この Apple Silicon 自体のこの歴史は浅いので、Apple の歴史ではなくて Apple Silicon ね。で、この iPhone やこの iOS っていうのは歴史がずーっとね、ありますので、そこに関してはね、結構不具合発生したりしますけれども、対処方法的には、これまで従来通りの対処方法で改善できる可能性の方が高いと僕は思ってますので、リリースのタイミングでアップデートしたりもしますけれども、Mac に関してはね、何か問題が起きると、僕的に業務がストップしてしまう可能性もあるので、比較的僕はね、アップデートはすぐにしない派です。なのでこれがね、ちょっとMac のパソコンを使われている方にとってね、参考になるかどうかわかりませんけれども、ちょっとアップデート自体は様子見てからの方が僕はいいと思いますね。
では今回の動画ではですね、MacOS そのまま 14.4 アップデート後の不具合情報を皆さんにお伝えさせていただきました。一応ね、今回動画内でね、話している内容以外のものも、ひょっとしたらね、皆さんが使っているパソコンの利用環境では発生する可能性があると思います。例えば特定のアプリがね、クラッシュするとかね、起動しないとか、ソフトがね、起動しないとか、いろんな問題が起こる可能性もありますので、そういった問題がもし起きているのであれば、この動画下にね、コメント入れていただければ、僕が把握できている対処方法があれば、返信させていただこうかなと思っておりますので、ぜひ何か問題がある方はコメント入れてください。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。